はい、今日は兵庫県知事選挙のお話をします。事前の予想とは違って、斉藤前知事が勝ったということになりました。選挙結果を見てみましょうかね。ここに結果が出ています。斉藤さんが111万以上取った。これパーセントから言うと 45.2%。それから次がこの稲村和美さん、この方は元尼崎の市長だったんで、最初この方が勝つかなと、それはもう県内の市長さんたちも支援してましたから、そういう予想だったんですけど、2番手と。で、3番手が元参議院議員の清水さんですね。そして、共産党の大沢さん、それから NHK 党の立花さん、こういう感じの結果が出ました。で、っていうような声が出てきたのはですね、最初にこの兵庫県知事選挙の出直し選挙に至る経過を簡単に申し上げておきますと、この3月中旬にその県の局長がパワハラやられたっていうのは内部告発文書を報道機関なんかに配ったんですね。でそれはちょっと公務員法違反じゃないかということで5月7日に停職3ヶ月という処分を、これは懲戒処分ですけど、その処分を食らったと。そして、いろいろ6月に百条委員会を議会を設置したりしたんですけど、7月7日にその局長さんが死亡しているのが見つかったということで、大変な騒ぎになってですね、この百条委員会、兵庫県議会でですね、全会一致で9月の19日に斉藤知事の不信任案を可決したと。でそれまで至る結果、早く斉藤さん辞めろ、あんたが悪いんだっていうような話があったりですね、もう不信任なんでここで辞めたらっていうようなことがあったんですけど、出直し選挙ということになって自分も出るということだったんですね。で私も東京都知事やりましたし、任期の途中で辞職しましたから、あらゆるマスコミからこの件をコメントしてくれって言われたんですけれども、情報が十分じゃないのに、テレビのワイドショーに出てるいい加減なコメンテーターみたいにあいつが悪いとかこいつが悪いとか言えませんから、もう一切コメント断ってました。それともう一つ、私が非常に不思議に思ったことがあるんです。一つはですね、なんか知事に問題あったら内部告発する前に副知事とか上の人がいっぱいいるんで、そこでまず相談するんですよ。これ会社でも最初で社長ちょっとおかしいじゃないかって言った時に、内部告発する前に副社長とか専務とか会社の上層部でみんな相談して、ちょっと社長それやめてくださいとかいうことを言うはずでしょう。それしないで内部告発っていうのはおかしいなってまず思いました。それから2番手はですね、兵庫県民ってなんてドケチなんだろうと思ったんですよ。というのは、私が都知事の時に伊豆大島でももう八丈島でも山間部でも東京都内のあらゆるところを視察します。そうすると、知事さんよくいらっしゃいました。これはうちの名物の梨ですよと。これは柿ですよ。この美味しい魚食べてください。で、ご馳走になる。そして帰ろうとすると、知事さん、この果物も名物だから持って帰ってくださいって。もう山ほど持って帰って、それでもう知事室のみんなに配っても余るぐらいだ。だからもう、いや、そんだけいただければ結構です。持って断る毎日だったんです。ところがですね、知事がくださいっておねだりっていう、おねだりしないと名物もお土産に持たせないって、これなんと兵庫県民ってのはおかしいっていうのは、私はそう思いました。私の経験からですよ。こんなケチな県民いないじゃないかと思ったんで、おねだりっていう言葉に引っかかったんですね。そういうこともありましたから、ちょっと変だなというふうに思っていた。で、ところがですね、最初はこの稲村さん活動っていうの言われてたんですけども、途中で SNS を斉藤さん使った。そして自分はちゃんと改革やってきたんで、そんな悪いことしてないよって
述べたって、それが非常に拡散される。そしてですね、これ面白いんですけれども、読売新聞の調査を見るとですね、ここにあります。これ面白いからちょっとコピーしてきましたけれども、斉藤さんの県政を評価するという人は7割超えてるんですね。評価しないのは 25% しかいない。で、評価する方は斉藤さんに入れてるんですよ。評価しない人は稲村さんに入れてる。で、党派別見ると自民党ももう半分は斉藤さんに入れてる。維新もそうです。無党派も斉藤さんの方が多いんですね。だからやっぱりその SNS をここに書いてあるようにですね、あなたは何を参考にして投票しましたかっていう時に、もうテレビとか新聞とかダメだと、どうも情報おかしいと思った SNS 見て、あ、こっちの方が正しいじゃんって思った人は9割ですよ。斉藤さんに入れてるんですよ。それで世代別見るとですね、10代から20代の若者の7割が斉藤さんに投票したと。それから10代から50代全部取っても4割以上で斉藤さんがトップだと。だから稲村さんがトップのは60代とか70以上の人ばかりなんですね。だから SNS の使い方を誤ると失敗するってことで、うまく斉藤さんやった。斉藤さんはですね、最初フォロワーが7万しかなかったんですよ。それがもう選挙の時に20万に増えてる。20万とフォロワー数は大体同じと、私と同じ数ですから、20万いくってのはすごいんですね。そういう意味では。それで、この SNS の活用ってことを見ると、東京都知事選挙に出た石丸伸二さんそっくりですね。というのは SNS でバーッと拡散する。そしたらじゃあ街頭演説見に来ようっつって、テレビでご覧になったと思いますけど、最終日なんて歩道橋が落っこちるぐらいにすごい人が来て、おまわりさんがもう、交通整理に大変だったということなんですね。で、結局石丸さんはですね、安芸高田市の市長だったんですけども、それで SNS で議会の悪口なんか言って、そういうことで今年の6月にも市長を辞めてパーンと都知事選挙に出たんですけども、とにかく SNS で街頭演説も組にしてやったと。で、例えばですね、石丸さんと街頭演説を229回行ってんですよ。で、小池さんは要するに学歴詐称の問題があったんで外へ出ないんで、たった12回しか行ってないんですね。だから結局石丸さんは蓮舫さんを抑えて2位になった。で、今度の斉藤さんはこの SNS で当選したということなんです。で、そういう結果から見てですね、私はじゃあこれをどういうふうに判断して今後の政治に生かすかということなんですけども、まず私が申し上げたいのは既存マスコミの敗北ということなんです。間違ったじゃないかと。それで特にテレビがひどかったですね。テレビのワイドショーがもう斎藤叩きしかやらない。私のようなことを言う人間は呼ばないですから、少しでも議会おかしいんじゃないかっていうような、もう完全に変更してる。だから既存マスコミなんか皆さん見ない。 SNS を見てそっちを信じるという方が増えたから勝ったんです。だから私は SNS っていうのは非常に結構だなと思って、私が都知事選挙でもう吊るし上げ食らった時も今みたいに SNS が使えれば反撃できたのになと思いますけれども、今私は SNS というこの武器を使ってこの YouTube をやったりいろいろ発信をしてます。だから非常にありがたいと思ってます。使い方次第だと思います。それであともう一つ申し上げたいのはですね、地方議会ってのはこれでいいのかと。議会の人、県会議員でも市会議員でも都会議員でも言い分があると思います。私は知事の立場でしたから、知事とか市長の立場から見たら、なんじゃこの議会は、もう議会変えないと日本の地方自治は死んじゃうぞと、こういう思いなんです。で、それはですね、よく議員たちは二元代表制だ、地方自治体二元代表制だって。二元っていうのは何か。知事さん市長さんあんたも選挙で選ばれた、俺たちだって選挙で選ばれてんだよ、正当性同じだよ、知事あんまり威張るなって、この口ぶりなんですね。で、何かあったら予算でお前は潰すぞとか、それからもう一つひどいのが百条委員会ってあって、これを武器にしてですね、
百条委員会でお前を吊るし上げて辞めさせるぞ。もう武器なんですよ。だから知事に言うことを聞かせないためには、百条委員会開くからな、それでいいか。良くなかったらやめろと。こうもうドスを突きつけてくるわけです。こんなことやってていいのかなと。私は大臣やった。議員内閣制で大臣やった時の方がはるかに政治がうまくいったと思います。それは議会の中でみんな一緒にやるからなんです。議会と知事が対立して議会が自分たちの利権を守るんです。利権を守っている姿勢は知事よりはるかに議会の議員の方がすごい。ひどいです。これをやめない限り、私はこの地方議会の堕落はやまない。地方自治は死ぬと思います。よく皆さん考えていただきたいと思います。